汚ね。はい、皆様こんにちは、ナノチャンネルです。今日のジャンク品はこちら。マキタの充電式レシプロソ JR002G ですね。ジャンクの内容はですね、動かないそうです。2022年の1月発売で、まだ現行機種ですね。早速見ていきましょう。でかい。はい、じゃあ早速ね、見ていきましょう。電池挿して、でかいですね。はい、じゃあ電源入れます。動きませんね。これはここにスピードコントロールするところがありますね。はい、全く動きません。じゃあ分解していきましょう。まず、ここを押すとね、このシューが取れませんと。はい。まずここですかね。ここをマイナスドライバーで上げると。はい。取れました。これもなかなか硬いな。はい。ネジザウルス。よいしょ。長っ。次はもうこれ取れるのかな。硬すぎる。こいつを引っ張り抜くのかもしれないですね。ああ、そうか。ここに入ってます、これが。これを抜かないと取れないですね。修理大変すぎだろ、これ。疲れた。はい、次。このフック外しましょうか。はい。んで、6本外しましょう。はい。これで開けれますね。おい。スイッチからの変速からの、これなんだ。めちゃくちゃでかい基板が入ってますね。とりあえず全部外しましょうか。重たい。はい。スイッチか。いや、電源はオンになったから違うか。スイッチじゃないな。とりあえず見えるとこから見たいんで、モーター見てみましょうか。これ邪魔なんで外します。LED。分解されてないと思ったんですけど、されてるっぽいっすね。ネジがちょっと潰れてる。分解済みか。本当に全部分解されてる。電動工具。外れん。あれ外れ。これもしかして。よかった。なんかセンサーマグネット破損かと思ったんですけど、これないパターンですね。愛好機のローターと一緒。ほんでなんかすごい金属片がいっぱいついてます。これは何の鉄粉でしょうかね。いっぱいついてますね。まあでも、掃除すれば使えんことはないかな。レシプロソっていうのはね、もう家とかをガシガシ解体する機械なんで、結構荒い作業が多いのでよく壊れちゃうんですよね。これコントローラーっぽいっすよね。なんか、治るかな？こっちよりこっちの方が悪い気がする。一応モーターから潰していこう。でも鉄粉が入って、なんか削ってたりしたらもしかしたら、よいしょ。ちょっと出してみるか。うわーお。汚ね。ほこりだらけなんだけど断熱材じゃないよね。ほこりでなんかなったかもしかして。ほこりとこの鉄粉で通電してしまったとかありそうやね。それまずいね。ステーターを外しましょうか。外れた。絶対悪くない。ほんで。もうわかる。こんな感じです。
じゃあ、綺麗に掃除していきます。どうせ悪くないし。はい、ここまでね、分解して綺麗になりましたね。じゃあ次は、とりあえずステーターが悪くないか見てみますか。これが悪くなることがあるのかって話なんですけどね。ステーターは大丈夫ですね。多分。こっち。ちなみに、ホールセンサー、測り方、知りません。ホールセンサーが悪いのって見たことないんですよね。てか、こんな悪くなるのって感じ。とりあえずここに保護されてるんで、これを剥いでいきますか。これは硬いっすね。温めようか。ホールセンサーであってくれ。目に染みるぜ、この匂い。とりあえず、ダイオードとコンデンサーを見てみましょうか。こっちだと、電圧効果 0.68。OK。ここは?0.0? 0.003。こいつ悪くね？おい、来たぜ、これ。これじゃない？これ、さっきね、剥ぎました、私が。こんなちっこいダイヤで治る？もしかして。マジ熱いよ、それは。0.68。OK。マジででもさっきね、接着剤剥いだ時かわからんけど、ここなんかちょっと潰れてるよな。拡大しようか。ここはさっき保護膜を外そうとしてミスった傷ですね。断線はしてないか。OK。このダイオードが明らかに 0.005 ってもこれショートしてますね、このダイオード。これショートしたことによって、ホールセンサーが死んでる可能性ありますよね。なんでツェナーダイオードが死んでしまったのかがよくわからんな。W10E は、このホールセンサーね、マキテよく使うんですよね。インパクトでもこのホールセンサーなんですよ。TD171D とかもそうでしたけど、確か前にね、データシートを見たんですよ。これ 5V ぐらいで多分動作すると思うんですよね。HZ だな。でもこの点が何なのかわからんし、こんなちっこいツェナーダイオード持ってないぞと思ったんですけど、さっき結構熱与えて外したんですよ。その時に壊れた説も全然ある。やったけど、型式がわからん。ZH か HZ か。はい、皆さん、調べてきました。調べたんですけど、ありませんでした。こいつをちょっと犠牲にして、外して測定してみるか。このツェナーダイオード外します。これ生きてるやつですね。よし。じゃあこういう感じでね、回路組んで、これ電圧が何ボルトで停止するかをちょっと見ていきましょうか。で徐々にね、電圧上げていきますよ。2ボルト。今3ボルト。5ボルト。多分ね、10ボルトぐらい止まると思うんですよね。6ボルト。7、8、9。8.3 ボルトで止まりましたね。今こっちではね、じゃあ9ボルト流してるんですけど、8.3 ボルトで止まりましたね。ってことは、8.3 ボルトでクランプするツェナーか。はい、調べてきました。このツェナーダイオードのね、サイズがですね、測定したら 1×0.6 ミリだったんですよ。そして SOD923 っていうパッケージがあって、それがね 1×0.6 ミリなんですよね。8.3 ボルトでクランプするツェナーダイオードを調べたら、ロームのね CDZVT2R8.2B ってのがあってね、
これで多分代用できると思うんですよね。なので、これ注文して交換してみましょう。はい、部品が到着しました。私はね、500個入り Amazon で購入しましたけど、強立 L ショップとか、あそこだったらね、5個単位とかで買えるんで、あっちおすすめっすね。はい、外しましたと。あれなんか若干大きさ違くね？大きさ違うな。うわ、ミスったわ。うわ、ってことはこれ923じゃないんか。まあ、いっか。まあ大丈夫でしょう。間違っても500個も買っちゃったな。はい。こんな感じで。もうワンサイズでかいのか。はい、ショート解消されました。逆方向電圧も一緒ぐらいですね。一緒ぐらいっていうか、全く一緒。本当のやつ後で一応調べときますけど、分かったら補足に入れておきます。念のためホールセンサーも試験しておきますか。ってことで、外します。おー。はい、こんな感じでね、簡易的なホールセンサーをね、試験する回路をね、組んでみました。まあ、青色の 5V ぐらいで光る LED と、1kΩ の抵抗と、1マイクロファラットぐらいのコンデンサーですね。これはね、正直なくてもまあ、多分大丈夫ですね。磁石。まあ、N 極か S 極かどっちかわかんないですけど、近づけたら光って、反対にすると、また消えます。これを近づけると、あ、光りましたね。これ、多分 OK ですね。で、反対にすると、あ、消えましたね。ってことは多分、生きてると思います。これが本当に正しいかどうかちょっとわからないんですけど、簡易的なテストにはなるんじゃないかなって感じですね。まあ、これ抜いたらどうなんだろうな。一応なんか誤作動防止で入れたんですけど、なくても光はしますね。すげえ。とりあえずホールセンサーは、あそこショートしてたけど生きてたって感じですね。じゃあこれ付け直して組んでいきましょうか。はい、じゃあもう絶縁していきましょうか。絶縁は、いつものね、シリコーンで絶縁していきましょう。なんかグルーガンっぽい感じのやつでしたけど、全然これでもいいっすね。あとは硬化させて組み立てるだけですね。今のところ順調やけど、だいたいこういう時に限って何か起きるんですよね。はい、では硬化したんで組み立てていきましょう。なんこれ。やば。なんかめっちゃ詰まってんすけど。多分これが原因だな。じゃあこれ。ショートするわ、こんな。さっき鉄粉がいっぱいここに詰まってたんでね、ここでもショートしたんじゃないかなって思います。このままつけます。こんな感じでつけて、ハンダ付けはこのネジ締めた後でやりましょう。でもショートしてるんで、もしかしたらもう他もいかれてる可能性あるんで、その時はね、また分解しないといけないですね。では6箇所ハンダ付けしていきましょう。はい、こんな感じですね。じゃあ組み立てていきますか。こんな感じか。はい、OK。ごめん、これ付け忘れたわ。忘れてた。こうか。OK、OK。あとは、いろいろ組み立てるだけですね。まあ、こんな感じですね。待って。これ先か。これを先入れでしたね。あらららららら。重てんだ、これが。で、これはここですね。よいしょ。はい。こんな感じで OK かな。
まあ、気をつけるところあんまりないですね。このままこう組むだけかな。はい。締め終わりましたんで、次はフックですね。これも締めて。はい、終わり。あとカバーつけるだけかな。書いてみるぜ、これ。よいしょ。よーし。なんとかなったか。ちょっとだけね、IPA を垂らしたら結構スムーズに抜けましたね。入れてから、これを突っ込むと。OK。雑。早く回したいんだ、俺は。ああ、いいっすね。抜ける。はい、組み立て終わりました。ってことで、早速回していきましょうか。頼む。これで動いたらだいぶラッキージャンクやぞ。はい、じゃあ、スイッチ、オン。きた。きたきたきた。やった。めちゃめちゃ動いてます。スピード5でいきましょうか。1やと無断変速も効いてますね。よっしゃ。マジでちょろ。分解の方が大変でしたね。まあちょっと試験はね、勘弁してください。はい、こちら買ってきました。木工用のね、ブレードです。ブレードって高いですね。マキタの純正のやつ買おうかなと思ったら5本入りで3000円ぐらいしたんで、さすがにちょっと木工用はね、いつか使うかもしれないのでね、切断のテストはねしないんですけど、これがちゃんとはまるかどうかがちょっとねわからなかったんで。おお、素晴らしい。マキタワンタッチなのいいですね。おお、素晴らしい技術ですね。はい、皆様いかがでしたでしょうか。今回はね、スムーズに原因特定できましたね。多分ね、原因はね、ステーターとローターに鉄粉がいっぱいついてたんですよ。おそらくあれが原因なんじゃないかなって思ってます。ここの分解とゼナーダイオードのね、特定に苦戦しましたが、それ以外はね、結構簡単な修理でしたね。面白かった、参考になったと思っていただけたら、チャンネル登録とね、高評価お願いします。それでは次回のジャンクでお会いしましょう。